今日は注文書もありますので、ズバリ万円。なんか車買う前にその車の事故動画見んの次税金とかの話になっていくんだけど、今日はこの車両をご説明させてもらった時に一番質問もらってたお金について、お金の話、はい、ご紹介したいと思います。みんな気になる人多いんじゃない？そう、一番質問もらってたのがやっぱお金これから中古のキャンピングカーを探されてる方とかに、参考になればなと思って今日は注文書もありますので、購入金額のその内訳だとか、どんな状態なのか、あとどうやって見つけたのかっていうところを全てご紹介したいと思います。はい。早速行きましょう。はい。こちらの車両の購入金額、ズバリ550万円。550万円。はい。いっちゃった。これ安いと思いますか、高いと思いますか？高いか安いかって、やっぱりこの車の状態とか条件によるんじゃないかなって思うけど。そう。車両は、ハイエースバンっていう車種になります。スーパーロング大きさのハイエースバンで、初年度登録が令和2年の8月なんで、今が令和7年の4月だから、4年とちょっとって感じ、4年落ちで走行距離が4万2000キロ、なんで1年に1万キロ走ってるぐらいがちょうどいいかな。ちゃんと動いてるし、そこまで過走行でもないっていう感じの車両です。それでこの車両は550万円、販売価格やけどね、販売価格が550万円でした。8ナンバーなんで高速道路とかも普通車料金で走れるし、そうやんな。そうなんかね、調べた時に初めて知ったんやけど、キャンピングカーじゃないベッドキットを組んだだけのハイエースとかの人って貨物車両1ナンバーにされたりするみたいなんだけど、そうなると高速料金とか上がるらしくって。そうなんや。でもこの8ナンバーは大きいくせにキャンピングカーだけど普通車の高速料金。じゃあ高速乗って長距離運転したいっていう私たちにとってはやっぱ8ナンバーの方が良かったっていうこと。良かったと思う。そこのランニングコストは下がるかなっていう、逆に上がることって何が上がるのよ？税金？いや税金も多分安いし、ちょっと特殊なのがこれ貨物はどうか分かんないけど、任意保険の車両保険はそうだちょっと高いというよりかは入れる保険が限られてくるかもって感じ。これの任意保険は購入したお店が代理店してる自動車保険に入って、車両保険をつけて入ってるって感じです。はい。結構中古車販売店さんで、グーとかに検索しないお店もあって、キャンピングカー売ってるところで、そこはおのおのの販売店さんのホームページに中古車在庫ページみたいなのがあるから、そこをもうブックマークしといて、でだいたい見てたら自分が欲しいタイプの車両を販売している販売店さんってだいたい分かってくる。なんか見てたら。そのさ、ここ出てきそうってどうやったら分かるの？ここの販売店さんはすごい綺麗でちょっと高い車両を主に扱ってるなとか、いろいろ分かってくるんよね。で自分の場合はそんなに予算が高くなかったから、求めやすい価格で、それで綺麗なところを、これまで販売してきた実績みたいなのを見て、そういうショップを見つけてった。うちがじゃあ一番見てたのってどこやったの？デルタリンクっていう中古キャンピングカー販売をしているサイトがあって、そこをよく見たりしてたかな。であとは中古車検索サイトグーとかカーセンサーとか、そう欲しいって思ってから1、2ヶ月ぐらいずっと携帯見とったよね。でもね、時間決めてたよ、見る。そうなんや。朝ごはん終わった時お風呂入ってる時結構掲載されたらすぐにもう売却されました、売約済みってなっちゃって、
結構逐一見とかないと間に合わない。まあ、そういう検索をしてた中で重要だった条件が大きく5つありまして、一番重要やったことが、4区。これは外せなかった。外せなかったね。私さ全然肉でもいいんじゃないかなっていうふうに思ってたんやけど、いろんなそのハイエースの事故動画とか事故動画なんか車買う前にその車の事故動画見んの結構流れてくるんよね。ちょっとその冬やったっていうのもあってすごいスリップしてるやつとか、あと、まあ、友達でそのスタックしてるやつとかを見て、いたね、キャンピングカーでスタックしてる人がね。4駆って必須なんやっていうことをその時に思った。教えてもらったんやけど、隣の家のおじさんにハイエースって4駆と2駆の2種類あるやんか。4駆はまあ4輪で駆動するけど、ハイエースの2駆って後輪駆動らしくって、だから後ろのタイヤで前を押す感じになるらしくって、隣の家のおじさんにアドバイスもらったのは、長野県に住むなんか、雪道とかになったら、後輪駆動の車に乗ったら後ろがグーって滑ってすぐに回っちゃうから、絶対ハイエースだったら4駆買わないとダメ。まあ、確かにそういう雪道走ったり、あとはキャンプ場とか、ちょっとぬかるんだところとかも行くから、絶対うちは4駆だなってその時に思った。4駆は絶対必須っていうことで条件に入れて調べました。で2つ目が、ディーゼルがいいなっていうふうに思ってて、やっぱりガソリン代めっちゃ高いし、できるだけ燃費がいい車がいいなと思って4駆ディーゼルでずっと調べてたけど、まあない、なかったね。毎日さっき言ったように見てたけど、まあ見つからんかった。4駆ディーゼルの晩婚状態のいいやつ、2ヶ月間探して1個パッと出てきたかなっていう感じだったかな。出てきたかな。それもねめちゃくちゃ高かったんよ。そう高いんよね。プラス100万ぐらいしてたから、なんかでも50万100万そうで50万元取れるかって考えたらそこまで変わらんかなっていう。めっちゃ走らなかった。そうやんなだからそれ考えたらガソリンでいいかみたいな。3つ目がこれ、小さい子連れの人は絶対必須やと思うんやけど、チャイルドシートつけれない車両がめちゃくちゃ多かったからつけれるシートっていうのを探しましたね。これ前の動画でも紹介したところ、そもそももうこの条件が満たされへんから、走られへんから、むしろこれが第一条件かもしれない。確かにキャンピングカーよくあるアイソフィックスってあれにあったキャンピングカーシートっていうのは多分なかなか見たことない。見たことないね。だから基本的にチャイルドシートって多分シートベルトでつける方式になると思うね。こういうね、そう3点式の壁から出てる3点式のシートベルトが必須、でこれが2つ必要やから、こことこことあるやつが必須やったけど1個しかないよね。基本2列目とかしかなかったんや、ないやつが多かったり、そもそもこれがなくて、もう腰ベルトだけの2点式。結構ちょっと年式の古い車はそういうのが多かったかな。でちょっと高いやつになるとシートのこっち側にも3点式のなんかねマウントするところがあって、こっちも3点式こっちも3点式っていう両方3点式あるんや。キャンピングカーとかも見つけた。そうなんや。高かったそれのせいかは分からないけど、それは新しい、結構新しかったよ。それはねちょっと手が出せなくて。なるほどね。それだったらチャイルドシート横に並べられるんだけど、うちはちょっと前後よね。そうやね。だからここはもう妥協すべき点やったね。仕方がないから、まあ2つ止めれるだけまだいいかなって感じで、4つ目5つ目が、FF ヒーターとエアコン欲しかった。空調関係ね、やっぱり冬もスノボをするし、夏はサップとかもするから、まあアウトドアで使うってなったら夏はエアコン欲しいし、ある程度冷暖房欲しいなって、冬は FF ヒーターでぬくぬくしたいなと思ってたけど、やっぱりその FF ヒーターがつくとプラス50万30万ぐらい、30万ぐらいかな、プラス30万ぐらいしてたし、エアコンつくってなったらエアコンついてる車はプラス100万ぐらいなってた。そうしてたんよね。なんか家のエアコン取り付けるのってそんなにお金かからないイメージやけど、そう車にエアコンついたら途端
プラス100万そうするんよね。なってたよね、うん、びっくりした。だから室外機住んでるキャンピングカー見たらすっごい高級車感を感じるようになった、でもいるんやろうなと思ってその販売店のお兄さんに相談したら、いや全然なくてもいけるよって言われて、そうやね、言われたね。夏はでも結局、暑い。そう夏は暑いね。暑くなるって。そうだからキャンプと一緒で標高が高いところとかで、量を求めて上に登っていく。でほんまに暑い時は後ろに網戸つけて、開けて、で風通して休んだりとかって感じ。冬はもう FF ヒーターはあったら方がベター、あったかいけど、なくてもまあ電気毛布で全然いけますよっていう風に教えてもらったから、じゃあそれで行ってみるか。そうやね、この車両はちょっとね残念ながらどっちもついてなかったんよ。だからちょっと安かったっていうのもあるかもね。あー確かにそれはあるかもね、でも FF ヒーターって後からつけれるらしいよ。ね、後からつけれるって言ってたね。一冬越してみてそうやな、必要そうだったらつけるとかはありかな。プラス30万30万ぐらいかな。メンテナンスがなんかちょっと大変なことを、そうやね、そのお兄さんが言ってたから、掃除が大変みたいな。掃除とかもしなあかん、からちょっとあんま詳細わかんないけど、その辺ちゃんと勉強して考えていけたらなって感じかな。なのでまずはシンプルスタートでできるだけ なくても過ごせるような工夫をしつつ、そうやね、頑張りたいと思います。あと1個番外編、今思い出した、僕ファンが欲しかったんよ、天井に。言うてたね。マックスファンってちょっとかっこいい煙突みたいな、あれがあったら空気抜けるし、涼しいかなって思って、あれが欲しいっていうようなことを販売店のお兄さんに相談したんやけど、じゃあ結局あれって車の板に穴を開けてそこにファンをつけてるから修復歴ありになっちゃう、そうって言ってた。構造を触るから穴を開けるからか、構造変更をちゃんとしないといけないから大変になるっていう、あと穴を開けてるからやっぱりそこから雨漏りとかしてくる、雨漏りして錆びて腐ってっていうような状態になりやすくなるから、なるべくそういうのは避けた方がいいですよってアドバイスをもらったから、そうやね。そう、僕ファン今でもファン欲しいねんけど、ちょっと我慢してる以上が重要視した条件って感じかな。そうやね、ポイントに考えてたところです。はい。じゃあそんな条件でいろいろ車両を見つつ、最終この車両に決めた理由いくつかありますね。ある。さっき言ってた5つのポイント、満足するやつと満足しないやつがあったけど、それプラスアルファ一番の決め手は、やっぱこのデザイン。なかなかこんなシンプルで綺麗なデザインなくって、そうだね、なんか結構、中古のキャンピングカーってやっぱその昔のキャンピングカーが多いからちょっとラグジュアリーなバブルっぽい感じの、例えばカーテンが赤だったり、あとはシックな感じのその黒基調の黒銀みたいな、なんかテカテカみたいなゴージャスみたいな感じそうやったけど、これはすごいナチュラルで、木もすごい綺麗だし、シートも茶色基調やったし、こういうところとか、結構今流行りのナチュラルカラーっていう、ネイチャーカラーっていう、ナチュラルカラー、オフ系のちょっとシックな色合いのナチュラルカラーで、家っぽさがある感じ、落ち着く感じやったね。落ち着く雰囲気が良かったよね。そうできれば家の離れみたいな感じにしたかったっていうのもあって、結構求めてたデザイン、なかなか出てこないデザイン。そうだね。はい。じゃあそれが一番の決め手、内装のデザインやったね。内装のデザインが一番の決め手。あとはその販売店さんにすごいおすすめされたのが、結構キャンピングカーとかってアウトドアで使用される方が多いから、ドアの金具の部分が結構錆びてることが多いらしいんですけど、言ってたね。そうこれはすごい綺麗やった。確かにそこを押されてたよね。そうなんだ。でも確かに錆びてないっていうのはありがたい、大きいよね。で車両が綺麗、そういう外装もまあ綺麗っていうところもあって、一部塗装が剥がれてるところもあったんやけど、剥がれてるっていうか劣化してる。剥がれてはないかな。そうか。塗装がちょっと劣化してきてる、あったけど、そこは塗ったら治るし、
っていう感じでそうだね。妥協した点。それよりも他の条件のプラスの方が大きかったっていう感じかな。そうで4区で、結構綺麗な内装で、新車っていうのが、700万ぐらい結構してて、でかつ、納車にすごい時間がかかるっていう。今ねハイエースって普通に2年待ちとかそれぐらいするもんね。待てないから早く手に入って車両が綺麗で、で価格も、まだ手が出しやすい金額っていうところでこの車両に落ち着きました。はい、バランスが良かったよね。なんか、でこれ注文書のコピーです。はい、これを見ながらその気になる550万円の中身ちょっと見ていく。じゃあこの車両自体の車両価格は527万円だって。ああそうなんや。次税金とかの話、これも買うタイミングによるけど、合計4万円の税金、あとは車検の代行だったり通す費用で17万6,000円とかなのかな。その下の諸費用も、ここも車検とリサイクル料金か、リサイクル予託金相当額で1万2,000ちょっと、で合計税金と車検費を合わせた諸費用で23万円ぐらいしてる。だから車両価格527万円に23万円の諸費用がかかってトータル550万円っていう購入価格になってます。でここプラスこれからのちょっと整備するお金がかかっていくかなって感じやね。そう内装はすごく良かったんやけど、やっぱり中古車ならではの、直さないといけない点がいくつかあって、一つがここちょっとね、この出窓の部分がちょっと塗装がガサガサになっちゃってて、多分紫外線とかなのかな、黒くて艶ありだったと思うんですけどちょっとガサガサになっちゃってるんで、これを塗り直す必要があるかなって思ってます。いくらぐらいかかるかな。どうだろう、なんか10万20万ぐらい、10万ぐらいでできるのかなっていう想像、ちょっと調べてないからわからないんだけど、前のプラドの全塗装で50万円とかだから、それぐらいなのかなって思ってます。あとはもうタイヤ、これ今変えたけど、購入した時のタイヤはもうほとんど山がなくなっちゃってて、横の壁もひびが入ってて、もうすぐに変えた方がいいなって感じ、で新しくしました。はい、トヨタイヤのオープンカントリーのオールテレーン、キャンプ場とかオフロードも少し走るんで、でもオンロードもちょっと快適に走りたいっていうのでオールテレーンタイヤにしました。もともと高速で燃費が 9.4 キロで、めっちゃいいやんって思ってたんやけど、これに履き替えてなんと10キロ行きましたね。ちょっと鉄のホイールからアルミニウムホイールに変わってるっていうのもあるから、タイヤを変えたから燃費が良くなってるのか何なのか分かんないけど、でもそんなに燃費が落ちるってことはなかったよね。よかった。よかった。乗り心地もそんな悪くないよね、このタイヤ。結構おすすめなタイヤだと思います。はい、ということで今日はこの車両の裏側をお届けしました。はい、でこれからは、DIY したいところなんですけど、やっぱり旅したいなと思って、まずはちょっとどこかへ2週間ぐらいキャンピングカー旅をしたいと思います。2週間2週間1週間2週間どこ行けるかな。いや今までさ東の方を結構来た。そうやな、ちょっと西を確かに今まで、東京にいたっていうこともあって、東北と北海道とかは結構行ったりしてたけど、四国九州そのあたりちょっと攻めてみたいと思います。はい、この車でどうなるか。はい、でこれからは、その旅の様子とかも配信していきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で。